皆さん毎度です。猿頭トリートメントでございます。今回の動画では VR ゲームの発表イベントラフトーク VR ショーケースで公開された23本の VR ゲームをまとめて紹介していきたいと思います。ホラー、協力プレイ、ものづくり、レース系までかなり幅広くええやんええやんっていう作品がたくさん出ております。ぜひ皆さんの気になる1本を探してみてください。それでは行ってみましょう。最初に紹介するのはサバイブ・ザ・ナイト。基本プレイ無料で遊べる協力プレイ専用のアクションゲームです。舞台は銀河で一番人気のゲーム番組。プレイヤーは出演者となって島に放り出され、観客に見られながら夜を生き延びていきます。仲間と力を合わせてミニゲームに挑戦し、武器や道具を作りながら夜に現れる化け物を撃退する。遊ぶたびにステージや展開が変わるので何度でも繰り返し楽しめる作りになっています。続いてはオーガモンク。原始時代を舞台にしたみんなでワイワイ遊ぶマルチプレイのゲームです。特徴は腕を振って前に進む独特の操作方法。最大8人で集まってジャングルや火山のある原始時代の遊び場を歩き回れます。このゲームには収集要素もあって、見た目を自由に変えられるカスタマイズや自分だけの拠点作りも楽しむことができます。腕を振って動く操作の人気 VR ゲームといえばゴリラタグが有名ですが、オーガモンクはそれに加えてコツコツ集めて拠点を育てる楽しさを足したような一本です。続いてはジャストフープスナノ。手の動きだけで遊べるミニバスケットボールのゲームです。コントローラーは使いません。指でつまんで弾く、その動きで小さなバスケットゴールに小さなボールを入れていきます。机の上でもベッドでもソファーでも遊べる手軽さが魅力で、ちょっとした空き時間にさっと遊べる作りになっています。このゲームはもともとあった大きめのバスケットボールゲームジャストフープスを小さくコンパクトにした派生作品となっています。続いてはオーダー 13VR。薄暗い倉庫を舞台にしたホラーゲームでございます。プレイヤーの仕事は荷物の梱包と出荷の管理。箱を持ち上げバーコードを読み取り注文を片付けていく。一見すると地味な作業ゲームですが、その倉庫には不気味な何かが物陰に潜んでいます。このゲームもともとは VR ではない普通の画面向けに作られたオーダー13という作品でしたが、今回はそれを VR 向けに新しく作り直したものになります。 VR 版では荷物を持つ、スキャンする、注文を送る、そうした動作を全て自分の手で行えます。続いてはコージーワールズトゥギャザー。のんびり世界づくりを楽しむソーシャル VR ゲームです。地形を変えたり、浮かぶ島と島を道でつないだり、トンネルを掘ったり、自分の好きなように世界をいじって遊べます。最大12人まで一緒に集まれるので、友達とワイワイ世界づくりを楽しめるのが魅力です。しかも無料で遊べてしまう、そんな魅力のあるゲームです。続いては How to God。プレイヤーが神様になって遊ぶシミュレーションゲームとなっています。新米の神様となって街を作り、生き物を育て、他の神様と戦いながら自分の力をどんどん高めていきます。今回の発表では新しいプレイ映像が公開されました。このゲーム、ファンからの要望に応えてグラフィックが大きく作り直されたとのことです。見た目がぐんと良くなった姿でのお披露目となりました。続いてはディスエンボディード。自分の手だけを使って遊ぶ少し変わったタイプのゲームです。このゲームはコントローラーを使いません。自分の手の動きがゲームの中の手にそっくりそのまま反映されます。プレイヤーはその手を操って小さなステージをクリアしていきます。指を細かく動かせば細かい移動、指を前後に漕ぐように動かせば足場をよじ登ったり、動く足場に乗って向こう側へ渡ったり、ステージにある緑の玉を集めると出口が開いて次のステージへ進める仕組みになっています。手の動かし方一つで進み方が変わるハンドトラッキングならではのアイデアが詰まった一本となっています。続いてはスケアード・バイ・スクエアーズ。世界の全てが四角いキューブでできたホラー探索ゲームです。部屋から部屋へと進んでいくんですが、移動中に部屋そのものが変形するという不気味な仕掛けが特徴です。今回は協力プレイモードの追加コンテンツが発表されました。一人だと怖い体験も仲間と一緒なら盛り上がれそうですね。続いては The Obsessive Shadow。こちらもホラーゲーム、サバイバルホラーでございます。プレイヤーは停電した家に一人取り残された少年。懐中電灯だけを頼りに家に侵入しようとしてくるストーカーから身を守りながら夜を生き延びていきます。今回はこのゲームの追加コンテンツとしてミックスリアリティモードが発表されました。ゲームの映像を自分の実際の部屋に重ねて遊べるモード。ストーカーが自分の本当の家にやってくる、考えただけでもめちゃくちゃ怖いです。続いてはウォーチャズム。このゲームはスピード感あふれるアーケードシューティングゲームです。舞台はエイリアンの世界。峡谷や洞窟を駆け抜けながら襲いかかってくるメカの大群を打ち倒していきます。進むルートはあらかじめ決まっているタイプなので移動の操作に悩むことはありません。プレイヤーは狙いを定めて撃つことに集中できる分かりやすい作りになっています。
続いてはシステムクリティカル3。こちらはシリーズ3作目となるアクションゲームです。足場をジャンプで飛び移りながら敵を打ち倒して進んでいく名作ロックマンのような遊びを VR で楽しめる一本です。今回の発表で公開された新しい映像では光と影の表現が強化され、グラフィックがぐんと綺麗になっていました。続いてはネオリシックドーン。石器時代を舞台にしたサバイバルゲームです。紀元前1万年の世界で戦って狩りをして道具を作って動物を手なずけて原始時代をたくましく生き抜いていきます。今回はこのゲームの追加コンテンツとして基地作りのアップデートが発表されました。自分で建てる住まいや新しいサバイバル要素が加わるとのこと。しかもこれ無料で配信される予定です。続いてはフィクサーアンダーカバー。スパイ気分が味わえる脱出パズルゲームです。プレイヤーは腐敗した刑務所に警備員として潜入したスパイ。エリアごとに用意されたパズルを1つずつ解き明かしていきます。手元にあるのは5つの道具と相棒のドローン1機。これらを駆使して任務をこなしていきます。スパイになりきって刑務所に潜入しパズルを解いていく脱出ゲーム好きにおすすめの一本ですね。続いてはペダルレベル。なんとこちらはエクササイズバイクを使って遊ぶレースゲームです。家にあるエクササイズバイクがサイバーパンク風の世界を走るバイクに早変わり、実際にペダルを漕ぐとゲームの中のバイクが進んでいきます。舞台はネオンきらめくサイバーパンクの街。車が行き交う道をペダルを漕ぎながら車体を傾けてぶつからないようにすり抜けていきます。しかもこのゲーム遊びながらフィットネス記録もつけられます。運動しながらゲームも楽しめる一石二鳥の一本ですね。続いてはハイパーレーンハイウェイ。未来的なコースを駆け抜けるシューティングゲームです。遊ぶたびにコースの構成が変わるので何度挑戦しても新鮮です。クリアを目指して繰り返し遊べる作りになっています。そしてこのゲームの最大の特徴が操作方法。なんと頭と体を傾けることでホバーボードを操ります。実はこの操作には狙いがあります。頭の動きで進むことで VR 酔いを起こしにくくする工夫がされているそうです。 VR 酔いをしてしまうという方でも気楽に遊べる一本ですね。続いてはクロンク。基本プレイ無料で遊べるパーティーゲームです。今回の発表では追加コンテンツとして新モードのクロンクボールが発表されました。これは武器を撃って巨大なボールを動かし相手のゴールへ運び込むモードです。サッカーとシューティングが合体したようなワイワイ盛り上がれる対戦遊びとなっています。続いてはエイドリアンズクエスト。エイリアンの惑星を舞台にした SF アクションアドベンチャーゲームです。プレイヤーが操作するのは1体のアンドロイド。対立する勢力の狭間に立たされながら荒れ果てた惑星を冒険していきます。物理を使ったパズルを解いたり、風変わりの銃撃戦をくぐり抜けたり、謎解きとアクション、その両方が楽しめる一本です。続いてはプロジェクトノバー。宇宙を舞台にしたパズルゲームです。プレイヤーは宇宙船にたった一人残された最後のエンジニア。あちこちで起きた不具合をパズルを解きながら直していきます。しかもどう修理するかはプレイヤー次第。その選択次第で物語の結末が変わり、エンディングは複数用意されています。あなたの判断がこの公開の運命を決めることになります。続いてはダークトリップ。薄気味悪い雰囲気が漂う脱出ホラーゲームです。プレイヤーは失踪した女性を探す捜査官。薬を飲んで幻覚を引き起こし、その力を使って部屋から部屋へと進んでいく一風変わった謎解きが特徴です。今回はこのゲームが Steam でも配信されることが発表されました。しかも Steam 版は VR ゴーグルを使わず普通のモニター画面だけでも遊べるとのことです。 VR を持っていない人でも楽しめる一本となりました。続いてはループワンダウン。自分だけの工場を作り上げるものづくりゲームです。このゲームの肝は作業の記録。ドローンやロボットにやってほしい動きを自分の手で実際にやって覚えさせます。するとその動きをずっと繰り返してくれるようになります。この記録をうまく組み合わせてどんどん効率のいい自動工場を作り上げていく。コツコツ仕組みを組み立てるのが好きな人にはたまらない一本です。続いてはこちらエクソショック。最大4人で協力して戦う SF シューティングゲームです。舞台は荒れ果てた近未来の世界。プレイヤーは仲間とチームを組み、装備を自分好みにカスタマイズしながら激しい銃撃戦を戦い抜いていきます。一人で黙々と敵を倒すというより、仲間と連携して戦況を切り開いていくチームプレイ重視の作りです。このゲームは VR でも VR なしの普通の画面でも遊べます。さらにクロスプレイにも対応しているので、 VR で遊んでいる人と普通の画面で遊んでいる人が同じチームで一緒に戦います。そして注目すべきはもうすでに遊ぶことができます。ファウンダーズエディションという形で完成を待たずに今すぐ開発中のバージョンを遊べる仕組みが用意されています。気になる人はいち早く飛び込んでみてはいかがでしょうか。続いてはバイパーバイス。街全体が舞台のオープンワールド犯罪アクション VR ゲームです。
プレイヤーは犯罪がはびこる街の雇われやさまざまな依頼をこなしながら自由に街を動き回れます。グランドセフトオートのような遊びを VR で体験できる一本です。今回の発表では新しいアップデート情報も公開されました。警察官として取り締まる側で働くといった新しい依頼が追加されたほか、バスケットボールなど依頼の合間に楽しめる息抜き要素も加わっています。ただ街で暴れるだけではなく、いろいろな立場の遊び方ができるようにどんどん広がりを見せている一本です。そして続いてはこちら、ナイツ・オブ・フィオナ。仲間と協力して冒険するロールプレイングゲームです。竜が現れた地を舞台に主人公フィオナと彼女に従える騎士たちが王国を守るために立ち上がる。一人でじっくり、あるいはフレンドと一緒にクエストへ繰り出していく一本となります。日本語フル音声に対応しているので物語にもじっくり浸れます。開発を手掛けるのは VR 向けのロールプレイングゲームルインズ・メーガスを作ったキャラクターバンク。今年の初めにはクラウドファンディングで資金を募り、目標金額の2倍以上集めるという結果を出しています。それだけ多くの人がこの作品の完成を心待ちにしているということですね。いかがだったでしょうか。今回は23本という大ボリュームでしたが、気になるゲームは見つかりましたか。ホラーにレース、協力プレイにものづくりと、本当にいろいろな VR ゲームが出てきますね。いやー VR って本当にいいもんですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。